こんにちは、デザインドリップです。今回はこのような海外トレンド感のあるインスタバナーの作り方をご紹介します。トレンドのポイントはこちら。縦長のセリフフォントをメインに部分的にスクリプト体にすることでトレンド感を出しています。またテキストの間に写真を差し込むデザインもよく見かけます。バーコードのデザインも流行っているので今回取り入れてみました。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは始めていきます。まずはじめにメインのタイポグラフィーから作っていきます。フォントはスパンコンプレスト。こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのライトでサイズは200ピクセル、トラッキングは0で、色は000000の真っ黒にしてください。こちらでフォローの F を抜いて文字を書きます。はい、こんな感じですね。で、こちらをコマンド J で複製してちょっと右にずらして As と書きます。で、こちらをさらにコマンド J で複製して今度は左下の方にずらして On と書きます。で、こちらをコマンド J で複製して右にずらして YouTube と書きます。U の Y だけ大文字にしてください。こちらで適宜カーニングをします。はい、ON と YouTube だけちょっとカーニングをしました。こんな感じでいいかなと思います。で、一旦こちらは置いておきます。次に F の文字を違うフォントで打ちたいと思います。はい、次のフォントはフィルモタイプイエール。こちらも Adobe フォントにあるものです。こちらの300ピクセルの大きさでトラッキングと色はそのままで大丈夫です。こちらで F と大文字で1個打ちます。で、こちらを配置していくんですが、こちらとオローを同時に選択して1回下に揃えます。で、F を選択して13ピクセル下に下げます。シフトを押して1回下を押して、シフトを離して1、2、3回下ボタンを押します。で、左右の位置なんですが、ちょっと拡大します。こちらのオローの L のこの左の線から3ピクセル左に移動します。はい、こんな感じで大丈夫です。で、On YouTube を同時に選択して、上の文字の下のラインにつけて、こちらから50ピクセル下に移動します。シフトを押して、1、2、3、4、5。はい、こんな感じで大丈夫です。で、次にこの文字と文字の間に写真の枠を入れていきます。ちょっとこの As とこの YouTube の文字をずらしておきます。はい、長方形ツールを持って適当なところをクリックします。ちょっと中途半端なんですが 195×104 ピクセルの長方形を作成します。ちょっと分かりやすいようにグレーなどに変えておいてください。で、こちらをちょっと上の方に持っていきます。で、こちらに角丸を設定していきたいと思います。プロパティパネルの角丸設定エリアの方を見ます。で、こちらの鎖型のチェックを外しておいてください。はい、設定はこんな感じです。上の上下を50ピクセル、下の上下を5ピクセルに設定します。するとこんな感じで窓型っぽいアイコンになりました。で、こちらと As の文字を同時に選択して下に揃えます。で、こんな感じです。ちょっと拡大します。で、こちらの位置を整えていきます。W の右側につけて、こちらから15ピクセル右に移動します。シフトを押して1回右を押してシフトを離して1、2、3、4、5。はい、こんな感じです。で、As の文字を枠の右側につけて、こちらから20ピクセル右に移動します。シフトを押して1、2。はい、こんな感じです。ちょっとこんな感じになりました。で、こちらの枠をコマンド J で複製して、今度は下の方に持っていきます。ちょっとこの本の文字を左に移動してみます。ちょっと拡大します。で、こちらの枠を本の下の方にこのように揃えます。そしてこの枠を ON の右側につけて、こちらから30ピクセル右に移動します。シフトを押して1、2、3。で、YouTube の文字を枠の右側につけて、こちらから5ピクセル右に移動します。1、2、3、4、5。ちょっと引いてみてみます。はい、こんな感じです。で、こちらで ON とこの枠と YouTube をまとめてグループ化します。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。こちらと今作ったグループを同時に選択して中央に揃えます。はい、こんな感じです。こちらの F
オロ、アスとこの枠もグループ化します。でこちらをちょっと左に寄せて、こちらと先の下に作ったグループを同時に選択して右の方に揃えます。するとこんな感じになります。さらにこの2つのグループをグループ化して背景と同時に選択して縦の位置も中央に揃えます。はい、こちらで中央に揃いました。こちらに写真を入れていこうと思います。まずあらかじめダウンロードしておいた空の写真を Photoshop の方に持っていきます。横幅だいたい375ピクセルぐらい、お好みで大丈夫です。に設定して OK します。で、オプションで枠にクリッピングします。お好みの位置に整えてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。はい、次はこの下の枠に写真を入れていこうと思います。あらかじめダウンロードしておいたフルーツの写真を持っていき、適当な大きさに、今回は横幅203ぐらいで設定していこうと思います。大体で大丈夫です。で、オプションでクリッピングします。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらに飾りの線をつけていこうと思います。楕円形ツールを持って適当なところをクリックします。630×195 ピクセルの楕円形を作成します。はい、こんな感じです。で、こちらのプロパティパネルから塗りをなしにして線を真っ黒、こちらから000000の真っ黒に設定します。で、こちらを1ピクセルにします。するとこんな感じになりました。こちらで YouTube の文字を囲うように配置します。この B の上の方がちょっと出る感じにするといいと思います。はい、こんな感じでいいかなと思います。気になったら後でまた調整してもいいと思います。はい、こちらでメインのタイポグラフィーは完成です。はい、次にサブのタイポグラフィーと装飾を作っていこうと思います。はい、フォントは Sweet Sans Pro、こちらも Adobe フォントにあるものです。こちらのライトで大きさを24ピクセル、トラッキングを160に設定して色は黒のままで文字を書いていきます。はい、テキストは概要欄に貼っておくんですが、今回はクリエイティブスタジオの、案内バナーみたいな感じでやっていこうと思うので、サービス内容を書いてみました。ブランディング、ロゴデザイン、ウェブデザイン、デザインティップスみたいな感じで並べています。で、テキストとテキストの間に半角スペースを4つずつ入れています。で、こちらを配置していきます。あらかじめこちらの YouTube と ON を同時に選択してガイドをこちらに合わせて引いていきます。こんな感じです。で、こちらのガイドに合わせてこちらの文字をカーニングしていきます。ちょっと拡大します。で、こちらで空いてるところを詰めてはい、こんな感じで揃えていきます。で、次は星マークを作ってこの文字の間に入れていこうと思います。多角形ツールを持って適当なところをクリックします。大きさを20ピクセル ×20 ピクセルにして角数は8、角丸の半径は0、星の比率を 30% にしてこちらのチェックは全部オフにして OK します。するとこんな感じでちょっと拡大します。するとこんな感じのギザギザの星が描けました。で、こちらをこのテキストの間に差し込んでいきます。2つ複製して他のスペースにも入れてください。はい、できたらこちらのフォントと今作った3つの星を同時に選択して縦の位置を中央に揃えてグループ化します。はい、こんな感じです。で、こちらの今作ったグループと背景レイヤーを同時に選択して上に揃えます。で、こちらからこのグループを50ピクセル下に移動します。シフトを押して12345、はい、こんな感じです。次に下の方の飾りも作っていきます。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。一旦 900×1 の長方形を作成します。で、こちらの長方形と上のテキストを同時に選択して左に寄せておきます。で、こちらの長方形もこのガイドに合わせたいので拡大します。左の方は今揃えたので右だけを調整します。この長方形を持ってこの横矢印になったら
右にずらして、このようにガイドにぴったりくっつくように持っていきます。はい、こんな感じです。ちょっと下げておきます。で、こちらの長方形と下の背景レイヤーを同時に選択して下に揃えます。で、こちらの長方形を上に50ピクセル移動します。シフトを押して12345、はい、こんな感じです。さらにこちらの長方形をコマンド J で複製して、今度は70ピクセル上に移動します。シフトを押して1234567、はい、こんな感じです。で、次にテキストを入れていきます。先ほどとフォントの設定は同じで大丈夫です。こちらで仮のデザインスタジオという設定なので、ダミーデザインスタジオという名前を入れて、この枠の間に持っていきます。で、こちらと長方形を選択して左に寄せます。で、こちらの長方形2つとこちらの今打ったテキストを全部選択して中央に均等に並ぶようにこちらのボタンで揃えます。はい、こんな感じです。はい、今度は右下にバーコードの飾りを入れたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたバーコードのファイルをイラストレーターで開きます。ダブルクリックをしてこの線の部分だけをコピーします。Photoshop に戻ってコマンド V でシェイプレイヤーとして貼り付けます。で、高さが50ピクセルになるように調整してください。はい、こちらで大丈夫です。こちらでまず下の罫線と同時に選択をして右下に揃えます。はい、こんな感じです。で、こちらの線2つとバーコードを同時に選択してこちらのボタンで中央に揃えます。はい、こんな感じです。ちょっとガイドを非表示にしてみます。はい、こんな感じになりました。こちらでサブのテキストと装飾の作成は完了です。はい、最後に背景を作っていきたいと思います。背景レイヤーをダブルクリックしてカラーオーバーレイにチェックを入れます。色を FF、FB、F0 のベージュにしていきます。こちらで OK します。あらかじめダウンロードしておいた紙のテクスチャーを横幅1700ぐらいで配置します。だいたい折り目が中央になるように配置してください。こちらを背景レイヤーのすぐ上に持っていきます。で、こちらを定山に設定します。するとこんな感じでちょっとヴィンテージっぽい紙の雰囲気になりました。位置をお好みで調整してください。最後にこの背景と紙のテクスチャー以外のコンテンツを全部グループ化して定山にします。はい、こんな感じです。ちょっと真ん中のコンテンツが下に下がっている感じがするので、ちょっと上に上げたいと思います。こちらとこの楕円形を同時に選択して30ピクセル上に上げます。シフトを押して123、はい、こんな感じです。背景などもちょっと調整します。ちょっと背景を白にして確認してみたいと思います。はい、こちらで完成です。今回はいくつかトレンドのポイントが詰まったデザインを作成してみました。文字の間にこのように写真を入れたり、一部分だけをスクリプト体にしたり、バーコードを入れたり、あとこのようなギザギザの星マークをつけたり、覚えるといろいろと使えると思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。